というわけで、前回の激アツ動画を見ていない方はこちらの動画を見た後にこの動画に帰ってきてください。今回春ポーカーはトーナメント序盤でプリフロップオールインに勝ちまくったり、チェックレイズブラフに成功して鬼のディープスタックになっています。今回の EPT 史上最も激アツな状態でこのハンド、クイーン10オフスーツ BB から現在ブラインドは1000、2000 BB アンティ2000の状況です。前回の動画でもこのクイーン10オフスーツで鬼のチェックレイズブラフをかました春ポーカー、今回も何やらやらかしそうです。というわけでボタンのプレイヤーまでフォールドを選択。春ポーカーの右となり SB のプレイヤーがコールを選択されました。春ポーカーポジションが勝っている状況でこのラウンドチェックで回してもいいんですが、今回はレイズを選択していこうと思います。2000点のコールに対して 3.5 倍レイズのレイズ7000点を選択。一部相手がフォールドも選択できるような大きめのレイズサイズを選んでいきました。すると SB のプレイヤーはこのレイズに対してコールを選択。ブラインドヘッズでフロップに参る形となりました。フロップに落ちたのはジャック95のオールクラブのボード。春ポーカー自身現状クイーンハイではありますが、オープンエンドストレートドロー、さらには10クラブのフラッシュドローがついている状況となります。ブラインドヘッズということもあるのでブラフもしっかり含めていきたいようなシチュエーションです。ガシガシ今回は打っていこうと思います。とりあえずフロップでは安めの CB で相手の様子を伺っていきたいと思います。ポジションが春ポーカーの方がいいので、相手にもしもチェックレイズを返されたとしてもコールで全然対抗していけると思います。ということで春ポーカーは現在ポット16000点に対して様子見のベッド4500点を選択。この CB でうぞうむぞうのハンドは下ろしつつ相手のハンドを絞っていきたいと思います。というところで春ポーカーの CB に対して SB のプレイヤーはコールを選択。ターンに向かいたいと思います。ターンに落ちたのは7のダイヤ。春ポーカーは惜しくもターンでストレートだったりフラッシュを引くことはできず SB のプレイヤーは再びチェックを選択されました。ターンでも春ポーカーはベッドを選択していこうと思うんですが、高めに打つか普通めに打つかで考えています。フロップの CB に対してコールしているところを見ると込み入ったボードだからこそ相手が2ペアだったり1ペアプラスストレートドローなどを持っている可能性も十分にあるんじゃないかなという風に考えていました。本来なら高めに打ちたいかなというシチュエーションですが、相手のスタック自体が少なめということもあるので高めに打ってしまってオールインが返ってきたら困ります。今回は高めに打ってブラフかバリューのポラライズしたスポットを作るのではなく、あえて安めに打って相手に強そうに思ってもらえないかなという作戦を取ることにしました。ということで春ポーカーが選んだベッドサイズは12000点。このベッドに対して SB のプレイヤーはフォールドを選択。無理をしない的確なベッドサイズで25000点のポットを獲得した。マジで調子いいぞ。さらにスタックはディープに。このまま優勝まで駆け上がれ春ポー。ここまで絶好調なところを見せる春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ。89スーツボタンから現在ブラインド1000、2500 BB アンティ2500の状況で UTG のプレイヤーがすでにリンプされている状況となります。 SB のプレイヤーが前回のハンドで飛ばれたので今回ワンビッグの状態。ボタンというポジションでこの89スーツオープンしていってもいいんですが、89スーツポジションがいい状況でマルチウェイで戦った方が期待値がプラスになるかなと思い春ポーカーはコールを選択。すると BB のプレイヤーはチェックして3ウェイでフロップに参る形となりました。フロップに落ちたのは754の2クラブのボード。春ポーカーは2オーバーに加えてガットショットストレートドローがついている状況となります。1枚ぐらいダイヤがボードに落ちてくれたら嬉しかったなという風に思っていましたが、発展性があるまあ悪くないボードが落ちてくれたかなという風に思っていました。このボードに対して BB そして UTG のプレイヤーがチェックを選択。チェックバックしてフリーカードを見に行ってもいいんですが、ここは春ポーカーはベッドを選択してボタンの優位性を保ちつつこのゲームを進めていこうかなという風に思いました。というところで現在17500点のポットに対して春ポーカーはベッド5000点を選択。エースハイなどにもコールされてしまうような安めのベッドではありますが、マルチウェイに打っているということもあるのでキングハイだったりクイーンハイはこのベッドで降りてくれるんじゃないかなという風に思っていました。ここで春ポーカーのベッドに対して BB のプレイヤーはコールを選択。 UTG のプレイヤーはフォールドされました。というところでターンに落ちたのは8のクラブ。 BB のプレイヤーがフロップ6持ちのオープンエンドストレートドローでコールしていた場合ストレートを引かれてしまってはいます。ですが相手プレイヤーが7ヒットや5ヒット4ヒットなどのシンプルな1ヒットでコールしていた場合、春ポーカーはターンの8ヒットによって相手をまくることができているような状況となります。フラッシュドローなどにもドローを引かれてしまっている状況ではありますが、シンプルに春ポーカー自身にもショーダウンバリューができたためここはチェックバックを選択してショーダウンを目指していこうと思いました。ということで春ポーカーはチェック。リバーに落ちたのはキングのクラブ。1枚フラッシュボードとなり春ポーカーのハンドはかなり弱くなってしまいました。ですが引き続き相手のワンヒット系に対しては勝っている可能性もあるので、相手がチェックをした場合春ポーカーチェックバックをしようと思いました。相手からベッドが飛んできた際にはその額と相談してブラフをするか諦めるかで考えていこうと思います。ここで BB のプレイヤーはポット27500点に対しておよそハーフベッドのベッド13500点を選択。相手はリバーでフラッシュ主張をしてきています。
ます。このベッドに対して春ポーカー、一応コールの選択肢もありますが、大体フォールドするかブラフレイズをかますかの2択の選択肢で迷っていました。このボードにおけるナッツフラッシュのエースクラブを持っている可能性として、今までのアクションの流れを考えると BB 側というより春ポーカー側の方がエースクラブを持っている可能性が若干高いんじゃないかなという風に思いました。さらに1枚フラッシュボードということもあるので、安めのレイズでもポラライズできるシチュエーション、俺ならやれるか。オラに元気を分けてくれ。元気だ。前回の動画でも同じようなブラフをかましましたが、この BB のプレイヤー、今座ったばかりのニュープレイヤーです。春ポーカー自身がこんなトリッキーなブラフを返すプレイヤーということは分かられてない。13500点の相手のベッドに対して春ポーカーは安めのレイズ28000点を選択。いかにも相手にコールしてほしそうな安めのレイズを返していきました。とりあえず相手にスナップコールをされなくて安心する春ポーカーですが、相手自身がエースクラブを持っていて、あえて貯めて後々にオールインをかましてくるパターンとかもあるので、完全に安心したわけではありません。頼むからおじいちゃん降りてくれ。ちなみにこの BB のプレイヤーもただのおじいちゃんではなく、賞金獲得総額億超えのしっかりとポーカー歴を積み上げてきたプレイヤーです。この若造をかましてきよる系かとか悟ってコールすんのだけはやめて。フリフロップで BB がチェックしたところを考えると、エースクラブを持っている可能性は若干低い。逆に春ポーカーはプリフロップでボタンからコールしているので、エースクラブを持っていてターンでフラッシュ目がついたからフリーカードを見に行くチェック、そのようなプレイラインを取ることもあります。何よりこの1枚フラッシュボード、リバーでなかなかブラフレイズするやつおらん。だからこそこのチェックレイズにオーバーフォールドしてしまうプレイヤーは多いはず。そんなことを考えていると、相手プレイヤーはここでフォールド。別に何もないです。雲乗っただけです。ということで春ポーカー1枚フラッシュボードという0100のボードで、前回の動画に引き続きリバーでの安めのレイズで相手を下ろすことに成功。スタックに余裕があるからこそ、こういういらんこともできるようになってきました。スタックの余裕はプレイラインの余裕。いいぞ、うまいぞ春ポーカー。おそらくここで春ポーカーのスタックは20万点を超えたと思います。というところでこのハンド、エースクイーンオフスーツハイジャックから現在ブラインド変わらず 10002,500 BB アンティ2500の状況で、 UTG のプレイヤーがすでにレイズ5000点を選択している状況となります。この UTG のプレイヤーは超絶ショートのプレイヤーで、おそらくスタックが13000点ぐらいしかありません。基本的にトーナメント中盤戦で UTG からのオープンはかなりハンドが強いことが多いので、エースクイーンオフスーツこのポジションからコール止めにすることもありますが、 UTG のプレイヤーは次のハンドで BB と BB アンティを払わないといけないため、それを避けるためにも今回オープンしてきている可能性もあるなと思い、春ポーカーはシンプルにオールイン対決に持っていけたらなと思って3ベットを選択していきました。春ポーカーの後ろにディープスタックのプレイヤーもいたため、控えめの3ベットサイズ12000点を選択していきました。するとハイジャック、ボタン、そして SB のプレイヤーがフォールドを選択。 BB のプレイヤーがどうするか。この3ベットに対してレイズを返された場合、エースクイーンより強いハンドがほぼほぼ出てくるかなという風に思うので、ほぼほぼフォールドするかなという風に思っています。理由としては、基本的に UTG のショートのプレイヤーはオールインすることになると思うので、そのようなシチュエーションでマージナルなハンドで4ベットをするのは結構損をするアクションとなるからです。というところで BB のプレイヤーがここでコールを選択。 UTG のプレイヤーはオールイン13000点を選択されました。ここで一応オールインサイズを確認する春ポーカーですが、1000点足すだけなので、もちろんコールを選択していきます。よーし、出発進行。ナスのおしんこ、ナスのおしんこ。ということで春ポーカー UTG のオールインに対してコールを選択。 BB のプレイヤーもそれなりに強いハンドを持っていると思うので、しっかり警戒しながらポストフロップを戦っていこうと思います。というわけで1オールイン2アクティブの状態でフロップに参りたいと思います。フロップに落ちたのはエースキングデュースのレインボーボード。春ポーカー自身トップヒットクイーンキッカーとかなりいいボードが落ちてくれました。さらに BB のレンジとしてエースキングなどを持たれてたら嫌だなという風に思っていましたが、フロップでキングが落ちてくれたことによってその可能性も薄めてくれています。このボードにおいて BB のプレイヤーはチェックを選択。春ポーカーはスロープレイのチェックバックを選択しました。ターンに落ちたのは3のダイヤ。先ほども言った通り1オールインが入っているため、なかなかアクティブプレイヤーはブラフを打たないというところがセオリーなスポットですが、
フロップで春ポーカーチェックを挟んだため、ターンからのベッドにはエースジャックだったりキングヒットあたりにギリギリバリューを取れるかなと思い、春ポーカーはベッド15000点を選択。すると BB のプレイヤーはジャックスを見せてスナップでフォールドを選択。 UTG のプレイヤーとのオールイン対決となりました。ここで UTG のプレイヤーはテンズをショー、リバーに落ちたのは8のダイヤで春ポーカー危なげなくポットを獲得。マスター、いつものおっぱいロックで。ポストフロップでバリューは取れなかった春ポーカーですが、これはまあしょうがないかなという風に思います。ターンでベットすることによって相手のエクイティをある程度削れていますし、ベストなアクションは取れたと思います。ナイス春ポーカーがとどまることを知らない本日の春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ。キングジャックスーツミドルポジションから現在ブラインド上がって1500、3000 BB アンティ3000の状況です。春ポーカーミドルポジションからキングジャックスーツ、もちろんオープンしていこうと思います。選んだサイズはレイズ6000点、ブラインドもかなり上がってきているのでミニマムレイズを選んでいきました。今回のトーナメント本日でインマネが決まるようですが、前回の動画のオープニングでも言った通り、春ポーカーインマネなんかは狙っていません。序盤からとにかくアグレッシブに攻めて優勝を狙う立ち回りをしていきたいと思っています。というところでボタンのプレイヤーが春ポーカーのオープンに対してコールを選択。それに続いて隣の SB のプレイヤーもコールを選択されました。そして BB のプレイヤーはここでフォールドを選択。3ウェイでフロップに参る形となりました。マルチウェイでも戦いやすいこのキングジャックスーツ柔軟にプレイしていこうと思います。というところでフロップに落ちたのは8752クラブのボード。このボードに対して SB のプレイヤーがチェックを選択。春ポーカーのターンとなります。マルチエにおいてこのキングハイフラッシュドロー、フロップから CB を打ってもいいんですが、今回は上ポケなどと混ぜて、ここはチェック回しにして、もしもボタンのプレイヤーがベットしてきたらチェックレイズをかまそうかなという風に思っています。シンプルにターンリバーを見に行ってもいいカードだと思うので、チェックバックされてもいい、そんなことを思っているとボタンのプレイヤーはチェックバック。ターンに落ちたのは4のダイヤ。これは春ポーカーにとってかなり嬉しくないターンカードとなります。61枚持ちでストレート完成になってしまいますし、非常にドローが多いボードとなります。もしも春ポーカーが上ポケを持っていたとしても自信が持てるボードではないため、ここからのアクションは春ポーカーがフロップで考えていたようなアクティブなプレイスタイルは取れないんじゃないかなという風に思っていました。このターンカードに対して SB のプレイヤーは少し悩まれて、ここでベッド9000点を選択。ベッド額が安いということもありますし、春ポーカー今回はコール以上の選択肢で悩んでいます。春ポーカーはフロップでベッドをしていないので、クラブのフラッシュを引いたとしても相手にバレなさそう。さらにはポジションが勝っているということもあります。今回は相手のベッドに対してコールを選択。ボタンのプレイヤーはフォールドされました。ドローがかなり多いボードなので、キングかジャックもアウツになってるかも、そんなことを思いながらリバーに向かいます。リバーに落ちたのは10のダイヤで、春ポーカー惜しくも現物そしてフラッシュを引くことはできず、この状況において春ポーカーポットを取るにはブラフをするしかありません。相手のアクションによってブラフができるか考えていこうと思っていました。すると相手プレイヤーは少し考えてここでチェックを選択。春ポーカー自身リバーでブラフするか少し悩みましたが、春ポーカーがドロー滑りのクラブを2枚押さえてしまっている点などが少しきついかなと思いチェックバックを選択。すると相手のハンドはクイーン10オフスーツ。なんやねんそのハンド。リバーで相手にラッキー10ヒットを引かれてしまいました。リバーでは相当大きく打たない限り相手にキャッチされてしまうようなボードかなという風に思うので、リバーに関しては踏みとどまってよかったんじゃないかなという風に思います。次で取り返せ春ポーカー。のでね、ブレイクになりました。春ポーカーブラフキレッキレでね、ポット取りまくって26万1000点、アベレージがね11万ちょっとなんでね、アベレージ倍以上持ってます。ってことでね、賞金なども確定したのでそちら振り返っていきます。現在春ポーカーが出ているトーナメント467名がね参加していて、117名が残っている状態となります。アベレージスタックが12万点、プライズプールとしては44万8000ユーロ、日本円にして6400万円がかかったトーナメントになっています。そして本日インマネが決まるまでね、このトーナメント行われるんですけども、63位からインマネです。63位の方が1800ユーロ、1位の賞金なんと8000ユーロを超えます。1100ユーロ出しから1000万円以上のね賞金取れたらマジで夢あるよな。ということでね、現在午前1時11分です。めちゃくちゃ長引きそうなんですけどもね、最後まで集中してねやりきりたいと思います。ここで一発かましてというわけでこの日もかなりのプレイ時間をこなして、時刻は12時を回って現在深夜の2時ぐらいになっています。というところでこのハンドクイーン9スーツカットオフから現在ブラインドは2000、4000 BB アンティ4000の状況です。ここでハイジャックのプレイヤーが 2BB オープンのレイズ8000点を選択。この時春ポーカーハイジャックに対して3ベッドを返そうかなという風に考えましたが、相手プレイヤーのスタックが
微妙にショートということで3ベッドを返して相手からもしもオールインが飛んできたらだるい状況になるなという風に思いました。というわけでフォールドするかコールを選択するかなんですが、ハイジャックからのオープンということでオープンレンジもそれなりに広いでしょうし、クイーン9スーツインポジションからならポストドロップ戦っていけるかなということで、春ポーカーはここでコールを選択しました。フォールドの選択肢も全然ありましたが、ハイジャックのプレイヤーがプレイ中にワインを飲まれていたのでプレイが荒れやすくなっている状況と、さらにはプロではないのかなという風に思っていました。というところで SB そして BB のプレイヤーもフォールドされて、ハイジャックのプレイヤーとヘッズアップでフロップに参る形となりました。今日はボードとバチ絡みする日絶対にいけるというところで、フロップはクイーン43の2ダイヤのボード。春ポーカーはトップヒットとなかなかいいボードを引けました。春ポーカーの方がポジションがいいということもあるので、相手の動きを見た上でしっかりとアクションを決めていこうと思います。ハイジャックのプレイヤーはこのフロップに対してチェックを選択。春ポーカーのターンとなります。春ポーカー自身ダイヤも抑えていないので、大抵のプレイヤーはこの状況でクイーンヒットベッドを選択する方が多いと思います。大抵のプレイヤーがそのアクションを取ってしまうからこそ、逆に春ポーカーは逆手を取るのもありかも。さあ俺はどっちを選択する？さてさてさて、バリューベッドか潜みのチェックか。フラッシュドローを嫌ってベットしてしまうプレイヤーが多いからこそ、春ポーカーは逆手を取る。ここで潜みのチェックを選択すると、ターンに落ちたのはジャックのハート。春ポーカーにとってスケアカードとなるエースだったりキング、さらにはダイヤが落ちなくてよかったなと思う春ポーカー。ターンから打ち出すことによってジャックヒットだったりジャック以下のポケットペアにもバリューが取りやすくなったなという風に思っています。さらにフロップチェックバックした理由として、相手プレイヤーがショートだったためターンリバーだけでもオールインまで持っていくことも可能なのかなという風に思っていました。するとハイジャックのプレイヤーがここで26000点のポットに対してベッド16000点を選択。このベッドに対してはもちろんコール以上の選択肢で考えています。フロップで特殊なチェックを選択したことによってジャックヒットなどもバリューレイズの対象にできる。裏ドロや109のストレートドローなどに混ぜて、ここは一発かますか。闇の力でぶっ潰す。ベッド額に対して相手プレイヤーがショートということもあったので、春ポーカーはここでオールイン要求。すると相手はスナップコール。そして相手のハンドはまさかのトップ2ペア。それはエグいって。なんで相手もスロープレイしてんねん。くっそーやらかした。聞いて驚く。俺が犯した7つの大罪だ。というわけでハイジャックのプレイヤーもまさかのフロップトップヒットで春ポーカーに対してスロープレイを仕掛けていたようです。今までポットを取り続けていた春ポーカーですが、ここで15万6000点というかなり大きいポットを失ってしまいました。でも大丈夫、まだアベレージ以上のスタックは残っている。諦めるな春ポーカー。ショートのハンドの影響もあってアベレージ近くまでスタックを落としてしまっている春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ。キング3オフスーツ BB から。現在も先ほどからブラインド変わらず2000、4000 BB アンティ4000の状況です。インマネまで残り3、40人のところまで来ているので、ここから大きいポットを争わないように消極的にプレーをすればインマネはほぼ確実というようなラインですが、今回のトーナメントは序盤から優勝を目指して積極的に立ち回ると決めていたので、スタックが少し減ったとはいえ日和らずプレイしていこうと思います。というところでカットオフのプレイヤーがここでレイズ9000点を選択。キング3オフスーツ別にフォールドしてもいいんですが、カットオフのプレイヤーのオープン頻度がちょっと高かったこともあるので、今回キングハイでも全然勝負できるんじゃないかなと思いコールを選択。春ポーカー自身カバーされている状況でヘッズアップでフロップに参ります。フロップに落ちたのは842のレインボーボード。どちらかというと BB のディフェンスレンジに有利なボードが落ちてくれたので、春ポーカーキングハイのままドンクベッドをかましてもいいかなとも思いましたが、カットオフのオープン頻度が高いこともあったので、キングハイの状態でも十分に勝率があると思ったのと、フロップがドライすぎたのでドンクベッドをするのはやめてチェックを選択しました。するとカットオフのプレイヤーは2万4000点のポットに対してベッド1万1000点を選択。相手自身スタックがディープなこともあったのか、ルーズアグレッシブな戦術を取られていたので、とりあえず一発はジャックハイクイーンハイなどでもベットしてくることはあるかなと思ったので、春ポーカーはコールを選択。するとターンに落ちたのは5のクラブ。春ポーカーにとってブラフなどもしやすいいいターンカードが落ちてくれました。春ポーカーはターンカードによってオープンエンドストレートドローができた状態ですが、シンプルにキングハイでも勝っている可能性がフロップに引き続きあるかなと思いチェックを選択。チェックバックをされたらチェックバックをされ
されたでリバーカードを見に行ったらいいですし、もしもベットをされたら春ポーカーチェックレイズブラフをかましてもいいかなという風に思っていました。するとカットオフのプレイヤーはターンでもベッド23000点を選択。ポットに対してちょうどハーフサイズのベッドです。さすがにクイーンハイやジャックハイのナッティングのハンドがこの BB にマッチしたボードでダブルバレルを打ってくることはほぼほぼないと思うので、相手のベッドサイズなどから考えるとエース8だったり上ポケットでバリューを打ってきてる可能性は全然あるかなという風に思っていました。もちろんそこら辺のハンドに対しては春ポーカーがっつり勝率が負けているのでシンプルにフォールドするのもありですが、ターンカードによってより BB のディフェンスレンジに強いボードになりましたし、何より春ポーカーストレートのブロッカーを抑えています。このボードにおいて2ペアだったりストレートを持っている可能性は圧倒的に春ポーカーの方が高いと思いますし、春ポーカーが本物のハンドを持っていた時と混ぜてチェックレイズブラフをするにはかなりいいスポットなんじゃないかなと思えてきました。この相手のベッドサイズ的にも上ポケなどを持っていてベッドしてくるようなサイズだと思いますし、あとはそこのハンドをビビらすだけのスタックを春ポーカーが持っているかどうか。結論春ポーカーも相手プレイヤーもそれなりにディープのプレイヤーなので、ここでしっかりとしたチェックレイズを返せば上ポケットも降りてくれるプレイヤーはそれなりにいると思いました。もしもこのチェックレイズにコールされてしまったとしてもエースか6を引けばそれはそれでいい。相手が67じゃない限り春ポーカーにアウツはある。強い気持ちを持って春ポーカーはここでチェックレイズ7万点を選択。もしもこのチェックレイズにコールされてしまったらそれはもう生きるか死ぬか。リバーカードによってはキングハイの状態でもオールインを叩き込んでやろうかなという風に思っています。この春ポーカーのチェックレイズでエーシーズキングスクイーンズあたりは下ろせへんかもしれんけど、ジャックス以下のポケットペアなら下ろせるやろ。相手自身中途半端なハンドを持っていた場合はスナップでこのチェックレイズに降りると思いますが、春ポーカーのスタックを確認してきています。頼むからもう降りてくれ。春ポーカーのスタック的にもターンでクラブのフラッシュドローがついたところも基本的には降りてくれるんじゃないかなと春ポーカーは思っています。このトーナメントインマネなんか余裕やろなと思っていましたが、いきなりの急展開というところでカットオフのプレイヤーはここで春ポーカーのチェックレイズブラフに対してコールを選択というわけで、運命のリバーはなんとエースクラブ春ポーカー奇跡のストレートを完成。さっきまではめちゃくちゃ怖かったですが、春ポーカーもうここはオールインするしかないなという風に思っています。ここでオールインを選択する理由として春ポーカーがチェックして相手からオールインを選択された場合、スタック的に考えても春ポーカーが降りる選択肢はありません。そしてターンで我慢してコールしたハイポケットに関してはこのリバーのエースクラブによって春ポーカーのチェックに対しては絶対にチェックバックを選択してくるでしょう。そう考えると上ポケットに対してマックスバリューを取りに行くにはこちら側からオールインを選択するしかない。もちろん春ポーカー現状フラッシュには負けていますが、リバーでのエースヒットやハイポケットに向けて吐き出せ、全て吐き出せ。お前が食らってきた破産者の命、金希望未来、その全てを今吐き出せ。いけいけ。もちろんフラッシュには負けていますが、ターンでもしっかりチェックレイズ返してる。春ポーカーはオールインを選択すると相手はスナップコール。すると相手のハンドはまさかのナッツフラッシュ。勝たなきゃ何かの養分なんだよ。ということで春ポーカーインマネ間近でまさかのビッグポットを2連続負け、インマネを逃してしまう結果となってしまいました。もちろんフラッシュは怖かったですが、ターンでしっかりとレイズを返していたため降りてくれてるかなと思っていたら、相手はガットショットもついていてオッズコールをしていたようです。やったかはい、ということでね、まさかの春ポーカーアベレージ2倍ぐらいあったのに一瞬で飛んでしまいました。最悪のリバー落ちたな。いやーマジかー。ということでね、インマネが67、64位か、全く惜しくないんですけど、あのままねアベレージ倍持ったまま消極的にプレイしてたらおそらく、インマネまではいけたと思います。なんですけど優勝を目指すために、ポラライズさせて結構ねプレッシャーかけたら最悪のリバーとフラッシュ全然考えてたんですけど、ターンのレイズでフラッシュドローを下ろせてたかなって普通に思ってたのと、どうせあれねリバーチェックしてても相手のオールインに春ポーカーコールしてたんで、それなら自分から入れて相手のね、エースヒットとかエース出ちゃったんで上ポケコールしづらいですけど、そこら辺にバリュー取った方がいいかなということでね、あのリバー落ちたらもうちょっと入っちゃうかなということで、最後キングさんでねいらんことしました。反省はしてません。はい、ブラフの方がおもろいっしょということで、ここまでご視聴ありがとうございました。Life is Gamble, this is all in あざした。春ポーカーの暴れるブランドノーリミットが YouTube 概要欄で絶賛発売中。ポーカーに勝ちたかったら買ってください。さらには春ポーカーの裏側を YouTube
プにて絶賛公開中。お前ら俺みたいになりたかったら絶対入れよ。